ボンジョー。今日目指してきた場所はジャルダン・デ・プラント、植物園です。いくつか入り口があるのですが、今日はオーステルリッツ駅近くの正門から入ります。消防士さんたち朝のトレーニング中のようですね。そもそもこの植物園は1640年に王立の薬草園という形で始まったようなんですが、現在は国立の施設になっていて、動物園、鉱物、地質博物館などたくさんの施設があります。奥に見えている建物は自然史博物館です。さて私の目的はというと、この一本の木なんです。この木の形からもう何かお分かりですよね。桜の木です。スリジエフレー・デュ・ジャポン、プリニュス、里桜、白栲とあります。そう、日本の桜の木、里桜、白栲です。反対側から見るとこのような感じ。まだ開花はしてないかなと思いましたが、こんなところで花を発見。枝が地面についているようなこの木、地熱のせいでしょうか。こんな地面に近いところから開花していました。どうです、この枝ぶり。見事ですよね。つぼみがもうだいぶ膨らんでいるようですので、また来てみましょう。そしてこれが4日後の朝です。さあ、白栲はと言いますと、少しずつ白い花が咲き始めてきています。この木は太陽の昇る東側、そして南側から開花が進んでくるようですね。私はこの見事な枝ぶりを見ていると、なんだか歌舞伎の舞台を想像してしまうんです。花をつけ出した様子、そしてたわわに咲く様子、妖艶な美が圧倒的なスケールで迫ってくるような感じ。この木は1960年あたりに植えられたようですので、今がちょうど還暦くらいでしょうか。役者にしてみればちょうど脂の乗り切った円熟期に入ってきていると言えるかもしれません。フランスでは日本のように桜の木の下で宴会をするというようなお花見の習慣はありませんけれども、この木はパリっ子たちにもなかなか人気なので、これから花の時期になると写真を撮る人たちが日に日に増えてくるのではないかと思います。せっかくの良い天気ですから、他のエリアも回ってみましょう。エコール・ド・ボタニック、植物の学校。種をまいたばかりなのでしょうか。カラスがたくさんやってきて土をつついているように見えます。あそこに満開の桜があります。すぐ下まで行けるようですので行ってみましょう。枯れ木の中にすっくりと伸びた桜の木、なんだか日本の山里の春を思い出させるような気がします。あら、幹の途中に新しい芽が出ていますね。羽付きの羽のようにも見えます。満開の桜と雲一つない青空、そして飛行機雲が早く
自由に空の旅ができるような世の中になってほしいですね。この先に見える建物はガラス張りの温室です。中にはさまざまな植物があるはずなんですが、このコロナ禍のご時世ですから今は閉鎖中。いつかまた改めて来てみましょう。植物園の敷地には銅像が点在していますけれども、私初めてこれを見た時と思いました。熊と人間が格闘しているというなんとも劇的なシーンです。熊の首には刃物がぐさりと刺さっているという。足元を見ますとタイトルがあります。デニシャ・ドゥフソン、子熊取りの名人ということでしょうか。なかなかインパクトがあります。植物園はパリ5区、いわばパリの中心エリアにあるんですが、天をつくような大木が何本もそびえ立っていて、まるで森の中に来たような気分になるエリアもあるんです。木の周りにベンチができていますが、ここのは石でできたベンチですね。私はこういう見事な木を見るとついつい触りたくなってしまうんです。この雄大な自然からなんだかエネルギーをもらえるような、そんな気がします。敷地の中にはさまざまな建物もありますが、ここには木蓮が咲いていました。そしてここにはさすがに植物園らしく、この季節でも見事なヤシの木がそびえています。さて、そろそろ出口が近いんですが、このアーチの先にまた桜が咲いていました。先を歩いていたムッシュですが、思わず足を止めて写真撮影ですね。確かにその気持ちよくわかります。今がまさに見頃の一本です。幹のところに説明があるようですので、ちょっと近づいてみましたら、スリジエドジャポンプルニュスグローブ里桜アコラードでしょうか。日本の名前でもなさそうですので調べてみましたら、どうやらイギリスで改良された品種のようで、アーコレードと呼ばれているようです。白タイとは違ってまだ若い木だからでしょうか、なんだか初々しいような色合いの桜。つつましやかに美しくパリの一角を彩っていました。